あまりのひどい出来事と薬の影響で、君は記憶をなくしてしまっていたのだ。忌まわしい記憶をすべて思い出してしまった君は、メルブールを抱きしめ、涙をにじませていた。君たちの出自を理解したクロエ、リディ、ブルーノの三人は、ただその場に立ちすくんで黙っている。誰かに親を奪われた境遇に思うところがあったのか。クロエは涙ぐみながら、優しく君に語りかけた。私たちは似た者同士。だから今まで共に旅をしてきたのかもしれない、と。君はクロエの優しさにほだされ、静かにうなずいた。しかし君は、まだやることがあると、涙を拭う。忌まわしき記憶の中で、おそらく白の教団であろう奴らが言った言葉。竜の涙の原液があれば、メルブールを人間の姿に戻せるかもしれないこと。そしてこの島のどこかにある霊廟と呼ばれる場所が薬工場であること。霊廟に行けば、もしかしたら、竜の涙の原液が見つかるかもしれない。クロエは何かを決意したような表情で君に言った。あなたが目的を果たすのを私も共に見届けると。君たちの行く手を巨大な岩が塞いでいる。これでは先に進めないと足を止めた君たちの背後から、なんと白の教団の三人組が姿を現した。君たちはとっさに身構えた。すると白の教団の老人白磁が待てと制する。白の教団の連中はいつもと違い、君たちと小競り合いをする気はないようだ。その雰囲気を感じ取った君も武器から手をほどく。ちょうど彼らに聞きたいこともある。君は病気の村のジルバから聞いたこの島の真実は本当なのかと尋ねた。白の教団の白磁はもう隠す意味もあるまいと前置きして語り始める。白の教団はこの島でドラゴンを利用して作った薬を世界中に流通させ莫大な利益を得ていること。そして白の教団の真の目的がこの島から逃げたドラゴンの捕獲だったことを改めて明かした。もっともドラゴンがこの島にいたことは教団上層部だけが知る極秘事項で、女王バニラですら知らないことだという。君は火山でドラゴンを殺してどこかへ消えてしまったシロクのことを尋ねる。シラハは我々もシロクを探していると言った。シロクが火山で残したあの場所を破壊するという言葉。白磁はそれが霊廟だと踏んでいるそうだ。なぜシロクは教団の命令に背きドラゴンを殺してしまったのかとシラハは考え込んでいる。しかし霊廟に行くにはこの岩が邪魔だと白磁は道を塞ぐ巨大な岩を指さした。君が岩をよく見るとところどころ亀裂が入っているようだ。火山の噴火と同時に発生した地震の影響で岩が脆くなっているのだろうか。何らかの力を加えれば岩を壊せるかもしれない。君は渾身の力で岩に握り拳を繰り出した。鈍い音とともに君の手は真っ赤に腫れ上がった。全然話にならない。君は魔法で何とかならないかとクロエに頼んだ。クロエは炎の魔法を放ってみるが焦げ跡がついただけだった。君はメルブールに岩を壊すよう指示しようとした。しかしメルブールのお手手が痛くなっちゃうと心配し思いとどまった。するとブルーノが岩の前に仁王立ちし、岩の亀裂をめがけて
強烈なチョップを叩き込んだ。一瞬の静寂の後、岩はガラガラと崩れ落ちた。白の教団の三人組はご苦労様とだけ言い残し、そそくさと先に行ってしまった。冷たいやつらだ。強風が渦を作り、竜巻に変化し始めている。君たちはうまく風の向きを読み、竜巻を回避した。危ない、と仲間が叫んだ。何かが君の顔面をめがけて飛んでくる。しかし、君は動じなかった。仲間たちが息を飲む中、君は見事にその物体を手で受け止めた。君は岬に看板が立っているのを発見した。看板には、この島のどこかにある石碑を叩けと書かれている。叩くと何が起きるのだろうか。その山を自力で登るのは無理です。迂回しましょう。二人の男が岩に腰掛けて休んでいる。君たちに気づくことなく、熱心に何かを話し込んでいるようだ。君がこっそりと聞き耳を立てると、彼らは盗賊らしいことが分かった。君は盗賊たちの会話をさらに盗み聞きした。断片的に言葉が聞こえてくる。戦利品は、この島の形がドラゴンの鼻の穴。どうやら盗賊たちは盗品の隠し場所を確認し合っているようだ。ドラゴンの鼻の穴と君は首をかしげたが、さらによく聞いてみると、どうやらこの島全体の形状がドラゴンの顔に似ているらしいことが分かった。君は持っていた紙に急いで話の内容をメモすると、こそこそとその場を離れた。魔物が現れた。敵は君の隙をついて襲いかかってきた。すると、横から別の魔物が飛び出してきて、君を守るように立ちはだかった。二体の魔物は、君の目の前で激しく揉み合っている。なぜ魔物同士が。やがて、最初に襲いかかってきた魔物は逃げ出した。君を守ろうとした魔物は、瀕死の重傷を負い、その場に横たわっている。瀕死の魔物は、小さな布袋を君に差し出すと、そのまま息絶えてしまった。布袋の中には、たくさんの金貨が詰まっていた。君は魔物の亡骸を見て思い出した。そういえば、以前に薬で助けてあげた魔物がいたなと。君たちは魔物の亡骸を丁寧に埋葬し、安らかに眠れるよう祈りを捧げた。しかし君は、気付け薬を持っていなかった。君はどうすることもできず、仕方なくその場を離れた。君は石碑を見つけた。試しに叩いてみると、東の方角からかすかに地鳴りのような音が聞こえた。君は魔物が落とした紙切れを拾った。紙には汚い字で何かが書かれていた。どうやら奪った宝の隠し場所を記したものらしい。君は旅の途中で探してみようと思い、紙切れをカバンの中にしまった。魔物が現れた。が、とても苦しげだ。どうも毒に侵されてしまっているらしい。毒消し薬を使えば、助けてあげることもできそうだ。君は魔物をかわいそうに思い、毒消し薬を使って助けてあげた。元気になった魔物は、去り際に何度も君の方を振り返りながら、どこかへ去っていった。こんなところに露店を出している行商人がいる。君が露店を覗くと、行商人が、いらっしゃいと元気よく振り向いた。全部売れ残りだから安くしとくよ、と、行商人のおばあさんは、君の前に薬の瓶を並べた。おばあさんは、今日はもう終わりだと
店じまいを始めてしまった。買い物はもう無理そうだ。